バンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアビバビバ。はい、あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分くらいから11時くらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクーターくん、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくん、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。待ってる待ってる。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介しておりますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はーい、ぴよんさん、現場からぴよんです。藤子さん、かわいいですよ、皆さん。そんなことみんな知ってるか？失礼しました。現場からぴよんです。で、現場ってどこやねん？そら、藤子さんのそばですね。藤子さんとぴよんはただならぬ仲ですね。さっきライブ配信してる若い YouTuber さんにメガネ似合わないねってコメントしたらめっちゃキレられてチャンネル登録解除しました。私って危ないやつかもしれん。はい。というわけで、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、それは秘密です。はい。では、行きますよ。せーの。ジャスティス。あれ、まっちゃん、来た。ジャスティス言うとまっちゃん来るんだな。今日も塩入りのお湯です。さっきジャスティス用の、お湯はあるけど、明日の朝用のお湯がないなと思ったので、沸かしたので、お湯でございます。コップ一杯分しか沸かしてないから、そんなに熱々ってわけでもないけどねっていう感じ。
だからなんかさ、EM ゴールドがね、なんかどうやら熱を加えた方が効果あるらしいっていう感じだったので、じゃあにゃんこにね、まあ黒缶にもかけたんだけども、水はみんなガブガブ飲むわけよね、うちの子たちはね。なので、水に入れてやった方のがね、まんべんなく体に行き渡るかもしれんと思って、今日はね、お湯沸かしてやつね、普段だったら自分で飲む分の、ね、コップ一杯分のお湯を EM ゴールドで割って、で、それをにゃんこの水に入れてやったんだね。だから今日はね、コップ一杯分のお湯がね、少なかったんだよね。なので、一杯分沸かしたよっていうね、どうでもいい話でございました。ね、そう、今日は、あれだ、小豆を煮たわけよ。この前、煮豆、ひよこ豆をさ、水にして、で、瓶詰めにしたんだよね。で、前は黒豆で失敗したから、なんとなく自信がなくて、瓶詰めにしたやつは冷凍庫で保存してたんだけど、この前のひよこ豆は、なんとなくいけた気がすると思ったんで、ね、なんだ、常温保存してみてるんだけどさ。でね、あ、そうだ、小豆あったなと思って、小豆を水煮にして瓶詰めにしてやろうと思って。で、今日は小豆煮てさ、瓶詰めにしたんだよね。今日ね、瓶がでっかかったんで、でっかい鍋じゃないと、そのね、茹でるのできないなと思ったんでさ、瓶を。それをやると、もう結構大人。鍋がでかくなるともうさ、一気にさ、なんだ、お湯が沸くのも時間かかるから、だからお湯加減が難しいっていうのかな。普段使い慣れてる鍋の大きさと違うからさ、ちょっと火をさ、弱めるとすごい弱くなっちゃうんで、だから全然これできてない気がすると思ったんで、また火を強めてさ、またさらに火にかけたりとかしたんだけど、でもなんとなく自信がなくて、なんかダメかもしれんと思って。うちにある瓶全部使ったんで、大きいのとちっちゃいのとあったんでね。だから実験的にちっちゃいやつは常温保存して、で、まあ、でっかいのは冷凍保存しようかな、みたいな感じでね、今、冷ましてるっていうか、でね、置いてるけどっていう感じ。ただまあ逆にちっちゃい瓶の方のがちゃんと火が通ってるから、そっちはできてるかもしれないんだよね。で、大きい瓶の方は中までもしかしたら、まあ失敗してるとしたら、ね、温まってなくってっていう可能性も考えられるんで、まあ、逆の方がいいのか。ただ、量が多いのにね、失敗してたら嫌だなって思う部分があるんでさ。ちっちゃいのだけ、今回はね、常温保存チャレンジしてみようかなみたいな。だから、味付けしてないんでさ、その辺がね、なんか弱いっていうか、なんか濃い味だったらそれでいけそうな気がするけど、味がないんでね、どうなのかなっていうところなんでございますよ。ビョンさん。ジャスティス、今、君は人生の大きな大きな舞台に立ち、大きな大きな舞台立ったことあったっけな。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。放送は本日もしぶとくやっておりますよ。お気に入りさん、ジャスティス、藤子さん、こんばんは。放送は本日もお付き合いよろしくお願いいたします。お気に入りさん、ピョンさん、カニタンさん、こんばんは。ピョンさん、カニタンさん、お気に入りさん、ジャスティス、こんばんは。お気に入りさん、藤子さん、瓶を煮沸してジャムか何か作るんですか？豆を煮ておきました。で、残った豆にはね、砂糖を足して、お汁粉にして食べた。フニタンさん、ピョンさん、お気に入りさん、こんばんは。ピョンさん、しぶといことは良いことだ。そうね。
さゆりさんにはぜひしぶとく続けてくださいと懇願されているので、しぶとくやっておりますよ。みんな、今日はヒーターつけてなかったんだよね。寒いなとか思いながらさ。で、今ね、ライブ用にヒーターをね、持ってきてつけたんだよね。今日は寒かったんだよな。今日は晴れてるからと思ったけど、やっぱり寒いんでさ、全然なんかね、出かける気は全くもってしなかったので、今日もいつも通りうちにこもってた。だけどあれが20日なんだね。あ、今日秋分の日か。秋分の日だったのか。あ、今日ゴミだしさ、ゴミだしまたやられちゃった。なんか最近ゴミ行くの早すぎね、みたいな感じ。だからこの前もさ、だっけ、土曜日に資源ゴミの日でさ、段ボール、最近なんか段ボール回収来ないのかしらみたいな感じなんだけどさ、うちじゃなくて、なんか他の人がやっぱりさ、土曜日に段ボールのゴミ出してて、で、どうも回収されなかったっぽいんだよね。で、やっぱりさ、雨だったわけよ。大雨だったんだよね。だから月曜日、またその段ボールがさ、もう悲惨な状態で置かれてて、同じ状態の人がいると思って、で、今日は今日でさ、ね、まだ8時半前だったら、と思ってさ、ギリギリ、そうだ、今日ゴミの日だったと思って、ゴミ出ししなきゃなと思って、ただまあ、いざ出そうとしたら全然ゴミの量少なかったから、なんだ、出さなくても、まあ別によかったけど、まあせっかくここまでやったから出そうと思ってさ。で、ゴミ出し行ったらさ、ゴミ全然ないんだもん。あれと思って。もう行っちゃったの、嘘と思って。で、後ろのね、うちの裏の方のね、ゴミね、出してるところ、もうなかったらどうしようなんて思いながらさ、そっちにさ、いそいそ出しに行ってさ、で、まあそこはあったからよかったけどさ、みたいな感じ。逆にさ、だからうちのね、前はさっさと行っちゃうくせにさ、後ろのゴミはさ、全然回収されないのね。これもう何みたいな感じ。やっぱりね、うちよりももっとね、遅くゴミ出しをしに行ってるマンションの人がいたんだよね。で、マンションの前で鉢合わせになったんだけど、ね、だから裏にゴミ出し行くのかなと思ったんだけど、普通にね、もう持ってかれちゃってるゴミ置き場に置いてあった。置くんかいみたいなね。それ月曜日までずっとここに置かれっぱなしなのかなみたいな。ね、そんな感じだった。キリさん、ピョンさん。登録解除のくだり、気を落とさずにね。ピヨンさん、お気に入りさん、お気遣いありがとね。ピヨンさん、コメント発言には、細心の心配りが必要なのよね。お気に入りさん、この間、燃えないゴミの日に、出したゴミが、張り紙して残っていてがっかりしました。悲しい時ね。それ悲しいよな。そうなんだよ。それは嫌だよね。と思ってさ。燃えないゴミの日の、ゴミ。じゃあ、なんだろうな。燃えるゴミを出したっていうわけじゃなくて、もう持ってっちゃったから持って帰りみたいな、そういうことなのかな。でも、張り紙されてる時ってね、違うゴミ出した時に、今日じゃないですよ、みたいな感じで張り紙されてたりするよな。あとは普通ゴミで出せると思ったのにさ、なんか粗大ゴミだったらしくてさ、はい、頼み出しちゃった、たまちゃん。ごめんね。やったー入れたーっていう感じだったと思うのに、引きずり出されて、ごめんな、たまちゃんね。かわいこちゃん、かわいこちゃん。今日はさ、昼間抹茶がすっげえ甘えてきて、どうしちゃったんだろうっていうくらいにね、今日は抹茶甘えてきて、何だったんだろう、あれ。かわいらしいね、つって、にゃーつってさ、すんごいスリスリしてたな。ね、ぴょんさん、ゴミ出しのルールって分かりにくいとこあるよね。そうなの、そうなの。
ピニーさん、今日の夕飯のメインディッシュが大豆の水煮で、子犬と分け合って食べましたよ。そうだね。ワンコは雑食だから、結構犬とじゃないや、人間と一緒に食事できるのあるだろうね。みんな、そうなんです。車の部品と間違われたようでした。ああ、間違われたのか。それは悲しいな。ビョンさん、畑の肉、確かに。畑の肉ってそういえば言ってたね。ミオピンさん、ゆりさん、おしとやか系。ゆりさんいたゆりさんはこたつの中入ってるのかな、いつも通りクータが画面の中には収まってくれておりますね。クータも可愛いんだよね。でさ、寝るときにさ、ゆりたんにさ、夜中おしっこされるから、ここにさ、おしっこシーツを引くわけよ。ところが、そのおしっこシーツ引く作業というか、そのおしっこシーツを引いた後の、ここのスペースがクータお気に入りなのよね。だからもうそれが待ちきれないみたいで、私がその用意をしようとすると、もうクータ乗ってきちゃうから、全然その作業が進まないわけよ。だから、クータがそこにいる間に、さっとここ閉めちゃってさ、閉めちゃって、で、その作業を最近はするのよね。そうすると、もう、開けろ開けろ言うからさ、もう広げてやってさ、ちょこっとだけ開けるとさ、そっからズボってね、クータが出てきてね、で、朝とかもさ、ゆりたんがもうね、もううろうろするんだよね。で、うろうろするたびに、私の上に乗っかるたびに、なんかおしっこしたり、で、必ずするならまだしもさ、そうじゃなくて、もう気を許した瞬間にシャーってやるわけよね。もう、こっちがシーツ持ってさ、用意してるときは全然しないわけよ。そんな感じでさ、もうね、姉ちゃんがうろうろし始めるともうさ、気が気でないんでさ、なんかあっち出た瞬間にもう閉めちゃって、もう寝ようと思って。閉めて、もう閉め出して寝ちゃおうと思って。ね、そうするともうね、もう開けろ開けろ開けろってずっともうね、このテントの上をよじ登りそうになってから、よじ登ってたのかな、何してんだろうみたいな感じだったんで、まあ今日もね、よく眠れませんでしたっていうね、感じ。餃子。3月下旬なのに寒いよね。こたつ片付けるの悩ましい。あ、そうなんだよね。昨日もね。コートさすがにもうちょっと3月もね、末になってきたから、ね、着ないかもしれないなんて思ってたけどね。結局来たんで、やっぱりね、片付けられなかったなっていう感じだったな。ピンさん、ゆりさん、ステルスニオ。そうだね。気づかないようにだから、いつの間にかね、匂ってるんでね、どう匂ってんのかなと思ってさ、すごい探すんだけどっていう感じ。まあ多分ね、蓄積されてて匂ってるんだろうなっていう感じするんだけどな。ピンさん、自分も、掘りごたつなうです。掘りごたつなんかい。そっか、なんか古民家ですかみたいなのが質問あったよ、名前にな。あとなんだっけ、小豆にて寒いよねっていう話と、そうで、今日はほら、洗濯2日間雨降ってたんだっけ。だから今日はね、洗わないと無理なんで、シーツ洗わないと無理なんでっていう感じで、洗って、で、干したのかな。で、まあ、晴れてたからね、干せる分にはまあ良かったんだけど、寒いんでさ、で、また今日もさ、洗濯機がさ、脱水があんまりできてなくて、で、まあ、タオルとかはね、まあ、一日あれば、なんとか水切れっかなと思ったんだけどさ、セーター類を洗ったんだけど、それがさ、もうびっちょびちょで、これはもう一回ちょっと脱水かけてみようかな、みたいのでさ、もう一回かけたんだけど、もうね、全然何も変化なしで、もうこりゃダメだね、参ったね、と思って。しょうがないんで、なんだ、ハンガーにかけて外に吊るしといたかな、みたいなので、今日は全然ね、脱水されず、で、ほら、
なんだ、外もそんなに干せないっていうのかな、ハンガーにかけらんないから、セーター類さ。なんかかけられるやつはそうやって外に干したんだけど、びちょびちょしすぎるやつはさ、うちの中入れらんないから外に干したんだけど、まあそんなでもないかな。まあなんとかなっかなみたいなやつを部屋干ししてたんだけど、やっぱり水が滴ってるわけよ。だから、あ、やっぱりかと思って、でね、ペットシーツ下にさ、敷いてさ、あったんだけど、にしてもずいぶんずっといつまでもさっきぐらいまでびちゃびちゃ言ってたから、どんだけみたいな感じでね、あれちょっと明日乾かなそうだなっていう感じ。キーさん、今からぜんざいを食べようと目の前に用意したところです。甘さすっきり。おきにさん、藤子さん、おそらく洗濯機の排水パイプに糸くずが、あ、そういうことなのかい？わからない。機械のことはわからないので、もうどうにもならんなっていう感じだよ。で、なんだっけかね。ステルス尿、掘りごたつ、ぜんざい、なんだっけな、なんか話し合ったかな、今日。今日はあまりだから生産性がなかったような感じがするんだよね。あ、でも一応、あれか、そう、20日だから、イオン、マイバスマイバスもね、20日、30日は、なんかしら特典があるっぽい感じだったので、だから、買い物するなら今日だよなと思って、で、行ったんだ、一応な。行ったんだけど、全然今日はね、めぼしいものがなくって、なんだろう、休みの日だからなのか、まあ、たまたまタイミング的になのかわかんないけど、なんかなくってさ、今日もなんか野菜買えず、みたいな状態だったんで、相変わらず平飼い卵は在庫がなく買えず、みたいな。で、まあ、じゃあ、きな粉買おう。どうせ買うから、そのうちな。だから、きな粉買っとけと思って、きな粉買って、で、八百屋の方にあるマイバスに行って、で、平飼い卵買って、で、八百屋行って、ね、だから野菜やっぱり値段が上がったまんまっていうのかな、下がってないけど、まあちょっとでかい大根が半分になってるやつが、まあ150円だったからね。で、大根は結構持つからさ、だからこれならいいかと思って、大根買ってきたよってね、感じだったかな。ーっと、おきにさん、年に1回くらいはパイプを外してみるといいですよ。どこが外れんだかわかんないよ。ピヨンさん、あと、冷蔵庫とかテレビのコンセントは、ほこり溜まってないか掃除した方がいいですよ。みんな私に掃除しろ、掃除しろってさ、まるでお部屋に住んでる住人のような、印象を持たれているか？まあ、違くもないけど。まあ、間違ってもないけど、みたいな感じかな。結構だから寒いんでさ、なんか何にもしたくないんで、うちがだから寒いわけよ。だからこんなテントの中に住んでるぐらいなんでさ、うちの中がまあ寒いわけよ。だから本当はね、荷物がごっちゃごっちゃしてるんで、本当はね、整えたい、片付けたいところではあるんだけど、まあ寒いんでさ、ちょっと今は無理だ、みたいなね。あったかくなってからにしよう。みたいなので、だから今ほんとね、ごっちゃごっちゃ、ごっちゃごっちゃしてるんでな。まあ、お部屋と言われたら、まあ、そうかも、みたいなね、感じではあるかな。うちの母親が本当にゴミ屋敷なのよ。本物のゴミ屋敷。本物のゴミ屋敷の住人なんで、もうあれと比べたらはるかにマシだと思いますけど、みたいなね。だってこれ足の踏み場あるじゃん。床見えてんじゃんとかってね。なんか胸を張ってしまいますけどって感じ。
もうね、母親の家は、床見えないんで、足の踏み場がないんですよってね。家ですよ。雪崩。雪崩が常に起きますみたいな。そういう家。カイタンさん、発火するから。冷蔵庫とかテレビのコンセント。まあ、テレビはね、コンセント、ほら、見てないからさ、挿してないから、まあ、お客さんが使うんでね、そういう時に、まあ、コンセント刺さってる時もあるけど、ただまあ、うちは結構ね、テレビがある部屋はお客さんが来る部屋なんで、結構その辺はちょいちょい掃除してるんだよね。あと、冷蔵庫の裏も年に1回は掃除すっかなっていう感じ。だから洗濯機はわからない。どこに何があるみたいな感じだよ。ねえ、お気に入りさん、動物もまだ冬眠してるはずですから、藤子さんも春まではゆっくりしてください。そうなのよ。今年ね、もう頑張らない主義だけどさ、だいぶ頑張ってるよ。何頑張っちゃってんのってぐらいさ、だいぶ頑張ってると思うよ。ねえ、もう正月早々っていうのね、元気アップ村コテージには泊まるしさ、で、あとどこ行った小松には行くしさ、みたいな。あとなんかしたっけあれか、日光じゃなくて、えーっ鬼怒川鬼怒川温泉か。だから温泉と思って行ったんだよね。温泉入れるからと思って行ったのにさ、温泉入れなかったっていう。なんかもうさ、頑張っちゃってんじゃん。もうこれ以上無理よね。だからなんだ、今日さ、フニータの動画、ようやっと2本作ったけど、なんか2本しか作れなかったって感じ。なんかね、なかなか面白い具合に話が作れなくてね、なんか時間かかっちゃったな。失礼しました。ねえ、お気に入りさん、冷蔵庫の裏とか怖い。掃除しないと怖いっていうことピョンさん、藤子さんが頑張ってること、多分伝わってないのよ。いや、頑張ってないよ。どっちどっちみたいな。だから、頑張らないように頑張ってるんです、私は。お気に入りさん、頑張ってる藤子さんにもキュンとしている視聴者さんがわんさかおります。だから、俺は頑張ってないの。勝手に頑張らせないで。な、って感じ。あと何の話だったっけ掃除だから、なんだっけタンスの裏とかな。年に1回掃除する感じ。まあ年に1回でなくてもお客さんがなんかね、移動した時とかは掃除したりとか、かな。何があったかな。今日は、何した買い物行って、で、ゴミ持って行かれなくって、で、農協は休みだったんだな。で、寒かったから、豆を煮たんだな。そんな感じだな。以上終わりだな。あれだ、タロットカードタイムだ。ピヨンさん、俺かい。お気に入りさん、何ヶ月前に大きな G がいたのですか見失ったんです。出た。出た。冷蔵庫の裏とか、タンスの裏とか怖いですよね。そうだろうだからそうならないように、だいたい年に1回ぐらいはね、掃除するんですよ。キリンさん、ピヨンさん、わら。はい。では本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たち必要なメッセージをいただこうと思います。で、このシャッフルは、
皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。今日は秋分の日だったんだよね。秋分の日って何？お彼岸なの？なんか、おはぎかなが、あったかな。あと、なんだっけ、桜餅つっても、道明寺な、いつも通りの道明寺があって、で、1個だけ30%引きのシール貼られてて、前だったら確実に掴んで買ってたと思うんだけど。なんか今全然食べたいと思わないのよね、甘いものをさ。だから全然買わずにね、いられてすんだけど、あれがあるということは、なんだ、お彼岸なのかな？あれだっけ？どっちかが、何だっけ、おはぎで、どっちかがぼたもちにっていうんだったっけ？違ったっけ？忘れちゃったな。ピョンさん、いやいや、藤子さんも生きるため、立派に頑張ってるのよ。本当だよ。なあ、だって生きてるだけで偉いのにさ、こうやってさ、座ってんの。すごくないね、頑張ってるよね。おきにさん。久保選手、ナイスゴール。ワールドカップ出場決定おめでとう。ストップだった。はい。では、ストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、おい。ぐーちゃんが出てきた。4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。ダイヤルかなではないか、ポートカードか、ページだもんな。そう、今日はぐーちゃんがまたさ、なんだっけ、痙攣の発作、転換の発作が起きて、ぐーちゃん結構頻繁に起きるんでね、悲しいよっていう感じな。だから今日はさ、EM ゴールドをさ、水にも入れて、で、ご飯にもかけてな、フルコースにしたにもかかわらず、発作出ちゃうのかと思ってさ、ちょっと悲しかったんだよね。お兄さん、じゃん。そうだ、またスマホ、あれだ、充電するので、あっちに持ってったきりだった。C で調べるしかない。今日なんだっけ、ページのワンドのページだったっけ？ページの逆位置だったよな。なかなかこれがつながらないよね。ページオブワンズ。これいいんだよな。タロットカードワンドのページが逆位置で出た場合は、次のような意味があります。新しいことに挑戦する前向きな気持ちになりにくい。なんだと？春分なのにな。判断に迷ってしまう。一つのことに集中できず、気持ちが定まらない。そうね。なんか、小豆煮ながらフニータ動画作ってゲームやってたわな。冒険心がくじかれ、意欲がそがれた状態、せっかくの情熱が空回りし、行動することに疲れてしまっている。周囲の話題にあまりついていけないなと感じることが増える。いや、それはもうずっとですけどね。ずっと独走状態だからね。このカードからはメッセージは良くない知らせと言えるものですが、
自分に何が必要なのかを問いかけながら、落ち着いて進むようにすれば、大難を小難へと変えられるでしょう。はい。逆位置で出た場合の対処法。流行る気持ちを抑え、ここで思い切って一休みしてみるのも良いでしょう。落ち着いて冷静さを取り戻したとき、まだやる気が蘇ってくるはずです。あなたの関心と周囲の話題にズレが生じてきたら、あなたの関心を優先させて大丈夫。なんだから俺の独走状態で OK ってことだな。周りに合わせる必要はありません。およ。あなたの価値観を大切にして、共通の話題を楽しめるような新しい人間関係を築いてみてくださいね。無理。人間関係築けない。はい。以上かな。じゃあまとめは何ですかね。この新しいことに挑戦できない。だから、周りに合わせる必要はありませんよ。あなたの価値観を大切にしてくださいねっていうメッセージだったと思います。参考にしていただけてたら幸いでございます。はい。兄さん、今日のカードは久しぶりのネガティブ系と見せかけて、実はポジティブ系な、自分の価値観を大切にしてくださいよっていうことでございました。4、3、じゃ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 ーん。はい。で、大根買ってきて、そっか、きな粉と、今日はなめこが30%引きだったんで、それ買ってきたんだな。だから、なめこと大根の味噌汁だったっけな。あれだ、ぬか漬けな。ぬか漬けの水抜きに昆布を入れといたわけよね。昨日は外食するから、うちでは食べないからと思って、きゅうりはつけずにな。で、その昆布があったんだ。で、その昆布も入れたんで、今日の味噌汁はね、なんかネバネバでしたね。ネバネバで。で、昼間は納豆を食べたんだよね。で、夜は納豆は食べないから、どうしようかなと思って、だけど、ご飯だけだとなんか足りない気がするなと思ったんで、おつまみ缶の魚の缶詰を開けたんだね。そしたらもうクータがさ、目ざといな、ちゃんと。ちゃんと来るのよね。まだ私が食べる前に、気づいてさ、来たからね、隠しながら食べたよ。ね、感じだよ。ピンさん。ネバネバ味噌汁賛成。だからさ、沸騰するときにね、ずっと火をさ、弱くしても、ずっと溢れて、やばっていう感じだったんだけどさ、ずっと火を弱くしても、溢れそうな感じだったんで、危険でした。はい。あとは、土星の輪っかがなくなるらしいじゃんか。土星の輪っかってなくなるとどうなるんだ？これに聞けばいいのか、Google に。土星の輪っかがなくなるとどうなる？あさってぐらいに土星の輪っかがなくなるらしいよな。土星の輪がなくなると、土星の輪がもたらしていた風景がなくなるでしょう。そんだけそんだけ土星の輪の消失2025。
3月24日と5月2日、5月7日に、15年ぶりずっと消えるわけじゃないのか。何 ?1 日だけ消えるみたいな、そういうこと？見えなくなるってこと？土星の輪に光が当たらなくなるため、ほとんど見えなくなります。そういうことか。土星から見て赤道の方向に太陽が来るとき、土星にとっての春分。そっか、他の星でも春分とかあるんだね。輪の消失とは、土星の輪がほとんど見えなくなる現象。はい。真横を向くことで地球から見て輪が見えなくなります。氷の粒でできており、太陽の光を反射して輝いて見える。厚みは数百メートル程度しかないため、地球から真横に見ると見えなくなります。条件は地球が赤道方向にある。太陽が赤道方向にある。消失の頻度。29.5年、約30年の、公転周期中に2回、つまり15年に1回、チャンスがあります。そうなんだ。2009年に輪の消失が発生し、次回の輪の消失は2039年と予想されています。確かにそこまでは生きてないかもしれないから、今回が最後かもって言っても土星見たことないけどな。輪の将来。土星の輪は粒子の供給量と土星本体に降り注ぐ量のバランスで決まる。NASA の研究によれば、土星の輪は1億年前に形成され、早ければ1億年後にはなくなると予想されています。1億年前形成され、1億年後になくなる。じゃあ、もうなくなるじゃんな。意味がわからないな。2025年春に消える。しばらくの間消える。本当に消えるのではなく、なんだそっか。本当に消えるのかと思ったよな。激しい勢いで失われていく土星の輪。雨のように降り注いでいるため、輪はいずれなくなってしまう運命にある。でも本当に消えるときはあるっていうことなのか。今がりゃリングでなく団子の串。輪がなくなるとどうなる？化学反応が影響を受けておる。なくなるか。皆さんの研究よりは、ここから出してきたのか、AI は。たった1億年後に消滅すると判明。1億年以内に消滅。はい。わかりました。いや、ピノさん、最近風呂上がりは納豆、かき込んです。いや、書き込んでます。納豆かき氷って呼んじゃったんだよね。納豆書き込んでます。生き返る感半端ない。お気に入りさん、猫ちゃんたちも魚の缶詰を食べるんですね。クータ割と魚好きみたいだな。っていうか、大概私の食べてるものに興味があるのかなって感じもするけどな。お気に入りさん、納豆のタレをかけないで食べると、納豆菌って感じで味わい深いですよね。ピヨンさん、納豆はタレよりもからし好きです。皆さんはいかが？お気に入りさん、からし飲み派です。からし飲み。カニタンさん、タレ飲み派、タレ飲み。そうなんだ。お気に入りさん、
土星の輪から、かけらが飛んでこないことを祈ります。ね、消えるっていうかね、そういうことかと思っちゃったよね。キリンさん、たまにタレをかけると、タレ、うめえってなる自分。まあね、旨味がタレに入っていくからね。ピョンさん、土星の輪もアップで見ると、納豆みたいなのよ。まあそうだろうね。つぶつぶでできてるっていう話だったもんね。キリさん、次は日本の番。日本が消えるってことかな。ピョンさん、納豆のタレは賞味期限短いからお気をつけてそうなんだ。あと7分ある。どうしようかな。何の話したらいいのかわからない。あれ、Google になっちゃったから、と、Yahoo ニュースがないんだな。ハマスがイスラエルに反撃。小泉進次郎、首相退陣論を牽制。SBG 米半導体設計会社を買収。扉に手挟んだままバス発進。客骨折。公立校、県トップ校でも定員割れ。大学が100円朝食 ?100 円娯楽ですか？各地で営みにね、もう琵琶湖くんとか100円娯楽が殺到しちゃうよ、そういうことしてるとな。ダブルハイ決定。長友が絶叫、ブラボー。松丸が東大中退。起業の道。はい。急上昇ワード。21世紀枠。山梨学院。高校野球って今やってんの？夏じゃなくて冬になったってこと？なんかどっちにしてもなんだか極端な気候の時にやるのね。まあでも春とか秋は学生自体が忙しいっていうのがあるのかな。と、兄さん、余った納豆のタレってどうするんでしょうね。メルカリで売るんじゃないの？ピョンさん、お気に入りさん、豆腐にかけると美味しいですよ。同じ大豆だから確かに。お気に入りさん、子供の大学にも100円朝食がありました。へえ、大返上してました。そうなんだ。ね、学食って食べたことないから食べてみたいけどさ、なんかやっぱりね、琵琶湖くんみたいな、ずぶとい、メンタルっていうか、なんて言うんだろう。あれがないんで、つい躊躇してしまうな。まあ、大学に行ったことがあるんであれば、行けんのかもしんないんだけど、大学にも行ったことないしっていうのがあってね、なんか行けないんだよね。ねえ、お気に入りさん。ピョンさん、なるほど。豆腐に合いそう。ね、確かにね。ねえ、お気に入りさん。藤子さん、メルカリで売るのは絶対に嘘だ。いやいや、メルカリで売ってんだろ？あれ集めてさ、なんか納豆のね、からしだけとかさ、タレとかさ、まあ、あと両方なのかもしんないけど。で、ね、なんか300円とかで売ってる人いるじゃんか。だから集めて売るんじゃないのか、そういう人は。なんかどっちかだけ余っちゃうっていう人はさ。まあそういうのを売れるところはいいよな。ただまあそれ集めてさ、で300円ってな、私はなんかあんまりいくら金になるとは言われても、全然それはなんかやる気しないんだけど、みたいなね。ところだよ。
障害にゃいにゃ、ドアの向こうに相棒が。はい。ね。で、あとは経済。100円朝食。ね、そうだよね。この値上がりの時期に100円朝食ってどうやってやるんだろうね。まあでも東洋コインとかもね、無料朝食、まあ無料って言っても、それも料金に入ってるんだとは思うけどね。やってるぐらいだからなんかできんのかね。まあ大学だからあれか、学費でもらってっから、そういうことできるって感じなのか。そうだよね。なんか琵琶湖くんのやっぱり学食に行ってね、100円だと思いきや、ね、一般の人は100円じゃねえって言われて、普通に払ってたもんな。まあでも十分安いけどねって話だったけどね。ポロンちゃん、終売今後の展開。ポロンちゃんってなんだわかんねえな。ギーさん、本当、ギーさん、すごいですね。納豆のタレの需要があるんですね。そうね、何が売れるかわかんないよね。だからだっけ、トイレットペーパーの芯とかも売れるとか言うけどさ、それずっと貯めておくね、場所とさ、あとさ、かさばるからさ、それの総量ってね、随分とかかると思うんだけど、でもそれ高い値段では売れないじゃん。なんか労力に対して割に合わない仕事のような気がするんだけどね、それをさ、梱包して、なんか送るのっていうのがさ、あんまりやりたい仕事じゃないんで、私的にはな。ぴょんさん、水戸納豆は大きい粒だけど、九州の納豆は小さいし、引き割りしてたりするし、そうなんだ。カニタさん、付属のタレには、加糖ぶどう糖液糖が入ってるので、だし醤油かけます。そうそう、そうなんだよね。いろんなもの入ってんだよね。あ、そういえば昨日いただいたその、情報、タク先生だったっけなのチャンネルでは、その小麦粉を取ってしまった場合、かわいくた、ね、殉職してる。殉職してる。小麦粉を取ってしまった場合は、なんかね、フルーツ果汁がなんかね、分解しやすくしてくれるらしいんだね。だから、小麦粉を取ってしまった場合には、果汁も一緒に取るっていうのを、心がけた方がいいっていう話だった。で、まあ、ぶどう、加糖液糖だから、加糖液糖が、なんかくっついてるのがダメらしいよね。なんかぶった切りたいっていう、話だったかな。カニタンさん、ナイスグルメやね。カニタンさん、血糖値とかにやばかったと思う。いろいろとやばいですよ。なんだっけ、一番体に悪いものが、ね、加糖ブドウ液糖だったっけなんか昨日聞いて、あ、そうなんだってふうに思ったんだけど、なんかだったような気がする。はい。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい、アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。ちなみにあれじゃない、からしにはあれだよね、増粘多糖類が入ってるからな。だから、どっちもわしは取らんよっていうわけでね。本日もお付き合いありがとうございました。まちゃがな、スクールメイツだな。来たな。次回も見てくれるかな
いつも、じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。